ゆっくり解説。意識も儚い。岩下島、外省千恵子ら松竹の伝説的女優60年代代表作ベスト10。ねえマリサ、昭和の映画って言うと、松竹は大船町って呼ばれるような、温かいホームドラマのイメージが強いわよね。なんだか実家に帰ったみたいにホッとする雰囲気があるわ。確かにそうだぜ。でもなレイム、激動の60年代はそれだけじゃないんだ。松竹の女優たちが清純派の殻を破って、とんでもない変化を遂げた時代でもあるのぜ。今回はそんな彼女たちの美しくも凄みのある名作を紹介するぜ。へえ、ただ綺麗なだけじゃなくて、演技派としての凄みがあるのね。どんな作品が出てくるのか楽しみだわ。その前に重要なお知らせだぜ。今回は女優たちの演技の凄みや、物語の核心部分をしっかり解説するために、結末や重要な展開のネタバレを含んでいる。未見の人は注意してくれよな。なるほど。演技の真髄を語るにはどうしても結末に触れる必要があるのね。視聴者の皆さんも、その点を踏まえて楽しんでくださいね。第10位。岩下島、サンマの味、1962年。それじゃあ早速始めるぜ。第10位は、1962年公開のサンマの味だ。これは巨匠小津安二郎監督の遺作であり、岩下島の清純な美しさが頂点に達した記念碑的な作品なんだぜ。小津監督の最後の作品なのね。あらすじは、お父さんが娘をお嫁に出す話だったかしら？そうだぜ。結城秀演じる父が、岩下島演じる娘美智子の婚期を心配して、寂しさをこらえて嫁がせる物語だ。この作品、画面に映る美しさへのこだわりが尋常じゃなかったんだ。例えば衣装だが、和服は浦野リーチ、洋服は森花江が担当していたんだぜ。森花江さんが？それはすごいわね。やっぱり衣装選びも大変だったのかな？ああ、小津監督自身が立ち会って、生地の質感からブラウスの襟の形に至るまで、時間をかけて徹底的に検討されたそうだ。そのこだわりは演技指導にも及んでいて、美智子が自身の心境を表すように部屋でメジャーを巻き直すシーンがあるんだが、なんと100回以上も撮り直しが行われたと言われているぜ。100回以上。そんなにリテイクされたら、私だったら泣いちゃうわよ。その極限の指導があったからこそ、あの名演が生まれたんだな。そして圧巻なのが、嫁ぐ朝のシーンだ。花嫁衣装の娘に対し、父がかける言葉は、やあ、できたねのたった一言。それに対して美智子は無言で深々と頭を下げるんだ。うわぁ。言葉がないからこそ、親子の思いが伝わってくるわね。お父さんの気持ちを考えると胸が張り裂けそうだわ。まったくだぜ。ラストシーンで、娘がいなくなった台所で父が一人水を飲む後ろ姿は、映画史に残る孤独の表現だと言えるな。実は小津監督、この映画の公開翌年、60歳の誕生日に亡くなっているんだ。自身の死期を悟っていたかのような静けさが、このシーンには漂っているのぜ。第9位。桑野美幸、青春残酷物語、1960年。続いて第9位は、1960年公開、桑野美幸主演の青春残酷物語だ。これは松竹映画の歴史を語る上で絶対に外せない、まさに革命のような一作だぜ。タイトルからしてすごそうだけど、桑野美幸さんって、確かお母さんも有名な女優さんで、綺麗な清純派ってイメージがあるわ。そうなんだ。でも、この映画の大島渚監督は、そんな松竹の伝統だった大船町、つまり温かいホームドラマのイメージを徹底的に破壊したんだ。桑野美幸演じる女子高生誠は、河津祐介演じる大学生の清と出会い、泥沼のような不良の世界へと落ちていくんだぜ。あの上品な桑野さんが不良少女に？一体どんな悪いことをするのよ？それが、つつもたせだ。誠が家まで送ってと中年男の車に乗り込んで誘惑し、後をつけてきた清がゆすって金を巻き上げるんだ。二人はこの犯罪のスリルと欲望に溺れていくんだけど、その果てにあるのは虚無だけなんだぜ。うわぁ、破滅的な青春ね。楽しさなんてなさそうだわ。象徴的なのが、
誠が妊娠して堕胎手術を受けた後のシーンだ。病室で横たわる彼女の横で、清が見舞いに来て何をすると思う？ただ無言で、シャリシャリと青リンゴをかじり続けるんだ。言葉をかけるんじゃなくて、リンゴを食べるの？なんだか冷たくて怖いわね。そのうつろな空気感が、当時の若者のやり場のない怒りを表していると語り継がれているぜ。そして最後も衝撃的だ。清はリンチを受けて命を落とし、誠もまた別の男の車から飛び降りようとして、なんと十数メートルも路上を引きずられ、動かなくなってしまうんだ。嘘？そんな救いのない終わり方なの？まさに残酷物語そのものじゃない。ああ、安保闘争のデモ映像も挿入され、時代の閉塞感と痛みを鮮烈に描いたこの作品は、松竹ヌーベルバーグの爆発として今も伝説になっているんだぜ。第8位、岡田真理子、工芸、1964年。第8位は、1964年公開、岡田真理子主演の工芸だ。これは巨匠木下圭介監督が手掛けた、上映時間なんと3時間20分、203分にも及ぶ超大作だぜ。3時間超え。今の映画でもなかなかない長さね。タイトルは、工芸。お香とお花ってこと？なんだか静かで厳かな感じがするけど、タイトルは仏前に備える花と香りを意味しているが、中身は静けさとは程遠い、母と娘の凄まじい愛憎劇なんだぜ。我も香の章と三股の章の二部構成で、明治から昭和までを描いているんだ。そんな長い時間をかけて、母と娘の何を争うの？母親役の音羽信子の怪演が凄まじいんだ。彼女が演じる幾代は、娘を遊郭に売ったり、男に捨てられると娘の元へ転がり込んだり、44歳になっても年下の元使用人と結婚したがったりする。徹底的に身勝手で、男なしでは生きられない強楽的な女性なんだぜ。うわぁ。娘としてはたまったもんじゃないわね。岡田真理子さんはそんなお母さんに振り回される役なの？そうだぜ。娘の智子は芸者として懸命に生きるんだが、加藤剛演じる軍人江崎との結婚話も、母が元女郎だったという過去が原因で破談になってしまうんだ。しかも、その江崎は戦後、戦犯として処刑されてしまう。あまりにも報われないわ。お母さんのせいで幸せを逃して、愛する人も死んでしまうなんて。それでも智子は母を見捨てられず、最後まで面倒を見るんだ。ラストシーン、母の遺骨を納めにふるさとの和歌山へ戻るんだが、親族に冷遇されて拒絶されてしまう。一人海辺で波音を聞きながら、自分と母の墓について考える姿は、タイトルの通り、死者への鎮魂と孤独を象徴していて、涙なしには見られないぜ。第7位、加賀まりこ、乾いた花、1964年。続いて第7位は、1964年公開、加賀まりこ主演の乾いた花だ。原作は石原慎太郎、監督は篠田正宏。これは日本のヤクザ映画というより、まるでフランスのフィルムノワールのような、乾いた虚無感が漂うスタイリッシュな傑作だぜ。加賀まりこさん、可愛いけど毒舌なイメージがあるけど、若い頃は小悪魔って呼ばれてたのよね。どんな役なの？当時20歳そこそこの彼女が演じるのは、謎の少女サイコだ。彼女は人生って退屈ねと言い放ち、刺激だけを求めて賭場に出入りしている。刑務所から出たばかりの虚無的なヤクザ村木。これを池部亮が演じているんだが、彼はそんなサイコの、危ういまでの純粋さと残酷さに惹かれていくんだ。退屈しのぎで賭場に通う少女なんて、破滅の予感しかしないわ。でも、池部亮さんと加賀まりこさんの並びって、絵になりすぎて怖いくらいね。ああ、ため息が出るほど美しいぜ。特に伝説となっているのがクライマックスだ。村木が敵の親分を刺しに行くんだが、その凄惨な殺しの現場で流れる BGM が、なんとオペラなんだぜ。ドスの効いた怒号とか演歌じゃなくて、オペラ？殺しのシーンでそんな優雅な曲が流れるの？その映像と音楽のギャップ、つまり対比法的な演出が、二人の狂気と孤独を際立たせているんだ。結末も切ないぜ。再び刑務所に入った村木は、サエコが麻薬漬けにされて殺されたことを知らされる。
普通なら泣き叫ぶところだが、彼は、サエコが何者だったのか、そんなことはどうでもよいことだと独白し、ただ彼女の面影だけを胸に秘めるんだ。うわぁ。冷たい言葉のようでいて、深い絶望と愛情を感じるわね。まさにタイトル通り、乾いた関係だったのね。その通りだ。小悪魔的な加賀まりこの魅力と、竹光徹の前衛的な音楽が見事に融合した、早すぎた名作と言えるな。第6位、倍賞千恵子、男はつらいよ、1969年。第6位は、1969年公開、倍賞千恵子出演の男はつらいよだ。この作品はシリーズ化されて国民的映画になるが、第1作目はまさに女優倍賞千恵子の美しさが奇跡的な輝きを放っている一作なんだぜ。倍賞さんといえば、桜さんよね。割烹着を着た庶民的なお母さんってイメージがあるけど、60年代は違ったの？ああ、全く違うぜ。当時28歳の彼女は、松竹歌劇団 SKD 出身の華やかさを残していて、ファンの間ではまるでフランス人形のような可愛らしさと語り草になっているんだ。この第一作では、単に寅さんの妹役というだけでなく、彼女自身の結婚が物語のメインテーマになっている、実質的な主役、ヒロインなんだぜ。へえ、お兄ちゃんのための脇役じゃなくて、彼女がヒロインの映画だったのね。どんな演技が見られるの？まず、20年ぶりに帰ってきた寅さんと再会するシーンだ。最初は、誰？という不審な表情から、兄だと気づいて喜びが爆発するまでの感情のグラデーションが絶品だぜ。そして何より、ヒロシ、前田銀との愛の行方だ。ヒロシに愛を告白され、一度は戸惑うものの、会社を辞めて去ろうとするヒロシを駅まで追いかけるシーン。ドラマチックね。そこで何か言葉をかけるの？いや、言葉じゃないんだ。発車間際の電車にヒロシと一緒に飛び乗り、無言で彼を見つめてうなずく。その時の瞳の潤みと表情だけで、私もついていくという決意を伝える演技は、鳥肌が立つほどけなげで美しいんだぜ。言葉を使わずに気持ちを伝えるなんて、すごい女優魂ね。今の桜さんのイメージとはまた違う、情熱的な一面だわ。そうなんだ。彼女がただの良い妹ではなく、一人の女性としての愛と強さを演じきったからこそ、この映画は単なるドタバタ喜劇を超えた名作になった。倍賞千恵子という女優の可憐な強さが、シリーズ50年の土台を作ったと言っても過言じゃないぜ。第5位、久我よし子、高千穂ひずる、有馬い猫、ゼロの焦点、1961年。第5位は、1961年公開のゼロの焦点だ。これは松本清張原作の傑作ミステリーで、久我よし子、高千穂ひずる、有馬い猫という、当時の松竹を代表する3大トップ女優が共演した豪華な作品だぜ。へえ、ミステリー映画で女優さんが3人も主役級だなんて、すごく華やかね。どんなお話なの？華やかだが、中身は戦後の闇を引きずった女性たちの悲劇だ。新婚わずか1週間で夫が失踪し、妻の久我よし子が金沢へ探しに行くんだけど、そこで夫の隠された過去が明らかになる。夫はかつて風紀係の警官で、戦後の混乱期にパンパンと呼ばれた娼婦たちを取り締まっていたんだ。パンパン。戦後の苦しい時代を生き抜いた女性たちのことね。それが事件に関係してくるの？ああ、捜査線上に浮かぶのが、地元名士の妻高千穂ひずると、夫の内縁の妻だった有馬い猫だ。特に有馬い猫の演技は語り草になっているぜ。会社の受付で外国人と話すシーンがあるんだが、そこで綺麗な英語じゃなく、独特の崩れたパンパン英語を使うんだ。その一瞬のセリフだけで、彼女が背負ってきた過酷な過去を表現した名演だと言われている。言葉遣いだけで、その人の人生の重みを表現するなんて、まさに女優魂ね。高千穂ひずるさんはどんな役なの？彼女は過去を消すために殺人を重ねる社長夫人役だ。クライマックスは能と金剛の痩せの断崖での対決だぜ。日本海の強風に煽られながら、鬼気迫る表情で犯行を告白するシーンは圧巻だ。実はこの映画こそが、後にテレビのサスペンスドラマで定番となる、
断崖絶壁で犯人が真実を語るという演出の元祖、記念碑的作品なんだぜ。あの崖での告白シーンって、この映画が始まりだったの。それは歴史的ね。女優さんたちの演技合戦、ぜひ見てみたいわ。第4位、岩下志麻、五弁の椿、1964年。第4位は、1964年公開、岩下志麻主演の五弁の椿だ。山本周五郎原作、野村義太郎監督による、上映時間2時間42分、休憩が入るほどの2部構成で描かれた文芸大作だぜ。岩下志麻さんといえば、さっきのさんまの味ではお父さん思いの可憐な娘さんだったわよね。今回はどんな役なの？この映画は、彼女が清純派の殻を完全に破り捨てた、衝撃のターニングポイントなんだ。役柄はズバリ、復讐の鬼だぜ。結核の父を裏切って男遊びにふける母左幸子を許せず、岩下志麻演じる娘を篠は、なんと家に火を放って母と愛人を焼き殺すところから物語が始まるんだ。実のお母さんを焼き殺すの？清純派のイメージがこっぱみじんじゃない。復讐劇はそこからが本番だ。彼女は父の無念を晴らすため、母をもてあそんだ男たちに次々と近づいていく。ターゲットは田村隆弘や伊藤祐之介演じる男たちだ。彼女は素性を隠し、豊島顔負けの色気で彼らを誘惑して骨抜きにする。そして常時の直後、油断した男をかんざしで一突きにし、枕元に椿の花びらを残すという、美しくも残酷な手口を使うんだ。常時の直後にかんざしで。妖艶すぎて怖いくらいね。でも、そんなに罪を重ねて、最後はどうなっちゃうの？壮絶な最後が待っているぜ。復讐を終えて捕らえられた忍野は、自分の復讐の巻き添えで、関係のない女性が自殺してしまったことを知らされるんだ。そこで初めて罪の重さに気づき、獄中で隠し持ったハサミで自ら喉をついて命を絶つんだ。悲しすぎる結末ね。でも、その鬼気迫る演技があったからこそ、岩下志麻さんは伝説の女優になったのね。第3位、岡田真理子、秋津温泉、1962年。いよいよトップ3だぜ。第3位は、1962年公開、岡田真理子主演の秋津温泉だ。これは彼女の映画出演100本目を記念して、自ら企画プロデュース衣装まで手掛けた、まさに岡田真理子のための映画なんだぜ。100本記念で自主プロデュース。すごい女優魂ね。一体どんな役をご自身のために選んだの？演じたのは、岡山の山奥にある温泉旅館の娘新子だ。物語は終戦の夏、結核で死に場所を求めてやってきた学生周作を、彼女が献身的に看病して救うところから始まる。そこから17年間にわたる、男と女の愛の変遷を描いているんだ。命の恩人と恋に落ちるなんてドラマチックね。でも、17年も続くってことは、ただのハッピーエンドじゃなさそうね。その通りだ。長門博之演じる周作は、最初は純粋な青年だったんだが、都会に戻ると酒と女に溺れ、どんどん俗悪なダメ男に変わっていくんだ。対照的に、山奥でひたすら彼を待ち続ける新子。17歳から34歳まで、初々しい少女が愛に疲れ、絶望していく姿を、岡田真理子が恐ろしいほどの美しさで演じ分けているぜ。待てば待つほど相手がダメになっていくなんて、悲しすぎるわ。最後はどうなっちゃうの？17年目、変わり果てた周作に絶望した新子は、ついに自ら死を選ぶんだ。カミソリで手首を切り、静かに息絶える。駆けつけた周作が見た彼女の死に顔は、苦しみから解放されたように安らかだったという。名手成島藤一郎の幽霊なカメラワークと相まって、映画史に残る滅びの美学と言われているぜ。第2位、倍賞千恵子、下町の太陽、1963年。いよいよ第2位だ。1963年公開、倍賞千恵子の記念すべき初主演作、下町の太陽だぜ。これは彼女自身が歌ってレコード大賞新人賞を受賞した大ヒット曲を、デビュー2作目の山田洋次監督が映画化した作品だ。歌も映画も大ヒットしたのね。当時21歳の倍賞さん、きっとキラキラしていたんでしょうね。ああ、
その輝きは別格だぜ。彼女が演じるのは、下町の化粧品工場で働く寺島真知子。貧しい長屋暮らしで、工場の煙に覆われた街だけど、彼女の笑顔だけはそこを照らす太陽のように明るく、当時の庶民の希望そのものだったんだ。素敵ね。でも、ただ明るいだけのアイドル映画じゃないんでしょ？もちろんだ。この映画の凄さは、高度経済成長期の日本で、彼女が示した凛とした生き方にあるんだ。恋人の道夫は、下町を嫌ってエリートコースを目指し、郊外の団地暮らしを夢見ている。当時の多くの若者が憧れた豊かさの象徴だな。でも真知子は、出世のために他人を蹴落とす彼の姿に違和感を抱くんだ。豊かな生活よりも、もっと大切なものがあるって気づいたのね。その対比として登場するのが、勝誉演じる鉄工所の工員良介だ。油と汗にまみれて働く彼の姿に、真知子は本当の誠実さを感じるんだよ。そしてついに、道夫に対してきっぱりと別れを告げるんだ。あなたは結局下町を出ていく人よ。でも私はここにいたいのってな。かっこいい。流行りの幸せに流されず、自分の誇りと下町の人情を選んだのね。その決断が、観客の胸を打ったんだ。ラストシーン、通勤の満員電車に揺られながら、真知子が吹っ切れたような清々しい笑顔を見せる場面があるんだが、その表情は私は私の足で生きていくという強い意志に満ち溢れている。倍賞千恵子という女優が、単なる可愛いアイドルから、日本映画を支える実力派へと飛躍した瞬間だと言えるぜ。第1位、岩下志麻、心中天の網島、1969年。そして栄えある第1位は、1969年公開、岩下志麻主演の心中天の網島だぜ。近松門左衛門の人形浄瑠璃を映画化したこの作品は、その年のキネマ旬報ベスト10で第1位に輝いた。日本映画史にその名を刻む芸術的な最高傑作だ。また岩下志麻さん。第4位の五弁の椿もすごかったけど、1位も彼女なのね。まさに60年代松竹の女王だわ。ああ、この映画での彼女は演技を超えて、もはや執念の域に達しているぜ。なんと、主人公の低粛な妻、おさんと、激しい情念を燃やす遊女、小春という、立場も性格も正反対の二人の女性を、一人二役で演じ分けているんだ。奥さんと愛人を一人で、それって、見ている方が混乱しちゃわないの？それが不思議と引き込まれるんだ。妻としての義理と慈愛、そして遊女としての激しい恋心。岩下志麻はその両面を演じることで、一人の女性の中に潜む複雑な業を見事に表現してみせたんだな。そして、篠田正宏監督の演出も前衛的すぎて度肝を抜かれるぜ。前衛的って、どんな風に？本来なら舞台裏に隠れて人形を操るはずの黒子が、映画の画面の中に堂々と登場するんだ。黒子たちは無言で主人公たちの背の地に立ち、小道具を渡したり道を示したりしながら、まるで逃れられない運命そのもののように、彼らを死へと操っていくんだぜ。映画の中に黒子がいるなんて、想像しただけで不気味で、鳥肌が立ちそうね。特に伝説となっているのが、死に場所へと向かう道行き、そしてクライマックスの墓場のシーンだ。極寒の中で撮影され、吐く息が白く凍るほどの寒さの中、黒子たちに見守られながら二人は愛し合い、心中へと向かう。乱れた髪、白い肌、そして死の予感。その姿は残酷なまでに美しく、見る者を圧倒するぜ。岩下志麻の鬼気迫る美しさと、松竹ヌーベルバーグの芸術性が頂点で融合した、文句なしの第一位だ。総評、まとめ。いやー、60年代の松竹女優たち、想像以上にすごかったわ。最初は大船町の温かいイメージだったけど、後半はもう情念の塊みたいな作品ばかりで圧倒されちゃった。そうだな。彼女たちは単に会社の看板として綺麗に座っていたわけじゃない。監督たちと一緒になって、新しい映画表現に挑戦し、時には泥まみれになりながら女の生き様をスクリーンに焼き付けていたんだぜ。本当にそうね。倍賞千恵子さんの凛とした笑顔も、岩下志麻さんの鬼気迫る美しさも、今見ても全然色褪せてないわ。ああ、
昭和という激動の時代を駆け抜けた彼女たちの情熱は、今の映画にはないエネルギーに満ちている。ぜひ、気になった作品から見てみてくれよな。視聴者の皆さんは、どの女優さんの演技が印象に残りましたか？この映画が好きとか、あのシーンが忘れられないなんて思い出があったら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いするぜ。それじゃあ、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。